あなたには以前助けてもらったから、感謝してるんです、本当に。田中さんの答えは予想もしていないものだった。助けてもらったって、俺が田中さんを、いつ？俺は混乱した。あの時はお礼も言えなくてごめんなさい。私のことを覚えていませんか？そう言って、俺をまっすぐ見つめる田中さんの目を見ていると、だんだんと俺の記憶が蘇ってきた。あ、まさかあの時の。お話はよくわかりました。私に任せてください。俺は塚本大使。突然子会社への異動を言い渡されたのは先月のことだった。お前なんで今異動なんだ？しかも子会社に異動なんて左遷みたいなもんだぜ。同期も先輩もそう言って驚いていた。でも仕方がない。俺は前を向くしかなかった。移動先への初出社の日、空を見上げるとがらりと晴れ渡っていた。まるで俺の再スタートを祝ってくれているような澄んだ空に、俺は改めて頑張ろうと思い、新しい職場へと向かった。職場へ着き、案内された席に座る。朝礼では自己紹介をしなきゃいけない。もともと緊張しやすい俺は、心臓がバクバクしていた。社員の前に立つと、さらに鼓動が高まる。でも、社員の皆さんの顔を見ると、ニコニコと優しい笑顔を向けてくれていた。そのあったかい雰囲気に少し安心できた俺は、なんとか自己紹介を済ませる。お前、何かやらかしたんだろ。こんな時期に本社からここに異動になるなんて、それ以外ないよな。俺の隣の席の社員が遅れてきて、ニヤニヤしながらそう言って俺の隣に座った。まあなんていうか。俺が答えに困ってると、後ろから女性の声がした。横部さん、無駄話は禁止ですよ。そんなことより仕事です。手を動かしてください。声の主は課長である田中咲さんだ。冷たい声で言い放たれたその言葉に、横部さんは背筋を伸ばし、あ、すみません。そう小さく言って座り直した。俺も田中課長の方を振り向いて軽く会釈する。すると田中課長は睨むように俺をじっと見ている。すみません。その視線に俺も思わず謝ってしまった。そんな職場で働き始めて1週間。慣れてくると同時に田中課長の人となりもだんだんと分かってきた。田中課長はいつも長い髪を一つにまとめ、薄いメイクに地味なスーツ。メガネをかけているが、その目鼻立ちは整っていて、すごく美人だ。いつも背筋を伸ばし、颯爽と歩き、仕事も早い田中さんだったが、社員からは煙たがられてるってことも分かった。というのも、田中さん、全く笑わないのだ。しかも仕事に厳しい。特によく遅刻してくる横部さんは、田中さんに叱られることが多いから、いつも愚痴を言っている。課長いちいちうるせえよな。せめてもっと愛想よくしろってんだ。なあ、塚本。まあ。返答に困る愚痴を聞かされ、俺は苦笑いするしかなかった。確かに田中さんは仕事に厳しいし、集中しているのか余計な愛想は振りまかない。でも遅刻してくる横部さんを
みんなの前で怒鳴りつけたりなんてしないし、そもそも理不尽なことで注意してるわけじゃない。遅刻してくる方が悪いのだから。社員に細かく注意するのも仕事にストイックすぎるせいだ。俺はなんとなくそう思っていて、田中課長のあまりのストイックさに心配こそすれ、特に悪い印象は抱かなかった。あと気になるのは、田中さんがとても痩せていることだ。袖から見える手首は骨が浮き出ているように見えるし、足なんか折れそうなほど細かった。女性の体型についてなんだかんだ言うのは失礼だが、ちゃんと食事をとっているのだろうかと心配になるほどの細さだった。塚本、ちょっとこれ頼まれてくれ。繁忙期に入り、社内が殺伐としていた時、横部さんが俺の机の上に資料をドンと置いた。お前今そんなに仕事受け持ってないよな。簡単な仕事だから頼むよ。何しろ量が半端なくてさ。確かに入社したばかりの俺は、みんなに比べれば手が空いていた。でもこの時間にこの量の仕事を任されては残業は確実。俺は心の中で大きくため息をつきながらも、はい、わかりました。そう言って横部さんの仕事を引き受けた。どうせみんなも残業だろうし、仕事が終わった俺だけ先に帰るのも気が引けるし。そう思ったのだが、残業してるうちに一人また一人と退社し、気がつけば俺と田中課長だけになっていた。塚本さん、こんな遅くまで残らなきゃいけないような仕事ありませんでしたよね。どうしたんですか？田中課長が怪訝な顔で聞いてきた。いや、ちょっと。田中課長は俺のデスクを覗き込むと。これ横部さんの仕事ですよね。大量のデータ整理だから大変そうにしてたけど、まさか塚本さんに丸投げするなんて。田中さんは目を丸くして驚いていた。こんなの一人でやってたら朝までかかりますよ。そう言って田中さんはさっと資料の半分を抱え自分の席に戻った。あ、そんな申し訳ないです。俺やりますんで。俺は慌てて追いかけたが、田中さんは、大丈夫、気にしないでください。そう言ってパソコンを叩き始めた。結局、田中さんが半分以上手伝ってくれたおかげで、徹夜は免れた。本当にありがとうございました。でも僕のせいでこんな遅くなってしまって申し訳ありません。もう仕事は慣れましたか？田中課長は俺の言葉を遮るように続けた。いつも頑張ってくれてますね。仕事も丁寧で助かっています。いえ、そんな俺なんてまだまだ。褒められて気恥ずかしくなった俺は、じゃあ、失礼します。と、その場を去ろうとした。え？いや、なんでもないです。お疲れ様でした。終電遅れちゃいますよ。本当だ。失礼します。俺は慌てて会社を出た。田中課長は何を言いかけたのだろう。俺は電車に揺られながらぼんやりと考えた。田中課長、何か俺に言いたそうだったな。まあいいか。何かあれば明日でも言ってくれるだろう。俺は深く考えず、次の日からもいつも通り田中課長に接していた。でも田中課長は俺に対してだけなぜかとても優しい気がした。
仕事を助けてくれたり、指示も丁寧で、俺のやりやすいように気を使ってくれたり。他の社員の手前もあり、なんとなく居心地の悪さを感じ始めた俺は、意を決して田中課長に聞いてみることにした。退社後、最寄り駅で一緒になった時、周りに社員がいないことを確認して、俺は田中課長に声をかけた。課長。あ、塚本さん。お疲れ様でした。ずっと忙しかったけど、やっと落ち着きましたね。田中課長のおかげです。いろいろお力添えいただき、ありがとうございました。で、そのことなんですが。え？そのこと？あ、いや、なんで田中課長は俺にそんなに親切にしてくださるのかなと思って。え？俺は変なことを聞いてしまったと急に恥ずかしくなり、カーッと顔が熱くなった。田中課長は少し困ったように、でもはっきりとこう言った。あなたには以前助けてもらったから、感謝してるんです、本当に。田中さんの答えは予想もしていないものだった。助けてもらったって、俺が田中さんをいつ？俺は混乱した。あの時はお礼も言えなくてごめんなさい。私のことを覚えていませんか？そう言って俺をまっすぐ見つめる田中さんの目を見ていると、だんだんと俺の記憶が蘇ってきた。あ、まさかあの時の。言われるまですっかり忘れていたが、俺は3年前、確かにある一人の女性を助けた。それは夜遅く会社から帰っている時だった。一組の男女が言い争っている場に出くわした。血は喧嘩なら家でやれよ。そんなことを思いながら通り過ぎようとした時、突然男が女性の顔に拳を振り下ろした。キャーという悲鳴とともに倒れ込んだ女性に、男はさらに馬乗りになろうとしている。まだ殴る気かよ。俺はとっさに二人の間に入った。暴力はいけません。夢中だったのでよく覚えていないが、多分俺はそんなことを叫んでいたと思う。暴れる男からはアルコールの匂いがプンプンしてたのだけはよく覚えている。かなり酔っているようだった。必死で男を抑えていると、遠くからパトカーのサイレンが聞こえ、警察が駆けつけてくれた。誰かが通報してくれたのだろう。結局、男は警察に連れて行かれ、女性は保護された。額から血を流した女性は、救急隊員に両脇を抱えられ、うつむいたまま救急車に乗り込んだ。ちらりと俺の方を見て会釈をしたようだったが、流れる血で顔はよく見えなかった。後日、警察から教えてもらったのは、男はその後逮捕されたということ。何でも日常的に恋人である彼女に暴力を振るう DV 男だったらしい。俺が人助けしたことといえば、この時以外ない。あの時の女性が田中さんだったなんて。警察から塚本って人が助けてくれたってことは聞いていましたし、あなたの顔も覚えていました。そんなあなたがここに移動してきた時は驚きました。確信はあったんですが、なんだか緊張してしまって、きちんとお礼もできずにいてごめんなさい。あの時は本当にありがとうございました。田中さんはそう言って、深々と俺に頭を下げた。そんな、
俺大したことしてませんよ。いえ、本当にあの時あなたが助けてくれなかったら、こんな傷では済まないところでした。田中さんはそう言うと前髪をかき上げた。そこには小さな傷跡が残っていた。身体的な傷はいつか治るだろう。大きな傷じゃなくてよかった。でもきっと心の傷は深く消えることはないんじゃないだろうか。俺は急に心配になった。田中さん、あんなことがあって今は大丈夫なんですか？ああ、そうですね。確かに今でも思い出すと体が震えますし、フラッシュバックして食事が喉を通らないこともよくあります。ここ最近もずっと食欲がなくて。そんな時は俺呼んでください。こう見えて得意なんです、料理。田中さんの顔がぽっと赤くなった。恥ずかしそうにする田中さんを見て、俺はまたとんでもないことを口走ってしまったと気がついた。いや、変な意味じゃなくって、俺、田中さんに元気になってほしくって。ありがとう。田中さんがにっこりと笑った。こんなに笑顔の田中さんを見るのは初めてだ。とても可愛い笑顔だった。塚本さん、あともう一つずっと聞きたかったことがあって。はい、何ですか？異動の件です。なんでこんな時期にここに異動になったんですか？何か問題でも起こしたとか。田中さんは言いにくそうにしながら聞いてきた。ああ、確かに問題起こしました。俺が取引先の人を殴ったらしいです。それが原因で左遷って感じですね。殴ったらしい？らしいってどういうこと？俺は田中さんに今までのいきさつを全部話した。取引先で部下を突き飛ばし、殴ろうとしていた中年男性を止めたこと。男性はそれが気に食わなかったのだろう。塚本というやつに殴られたと俺の会社に嘘の抗議をしてきたこと。悪いことにその男性は取引先の重役で、俺の上司たちは震え上がり、有無を言わさず俺は左遷。もちろん俺は殴ってなんかない。その話は嘘だと訴えたが、聞き入れてもらえなかった。大きなプロジェクトを任され、張り切っていた時の理不尽な左遷だったから、俺も相当落ち込んだ。しばらく有給休暇を取ってぼんやりする時間を経て、なんとか前を向け今に至る。いきさつを話し終え、ふと見ると、田中さんが険しい表情で拳を握りしめている。許せないわ。そんな不条理なこと。ひどい。いつも冷静な田中さんが驚くほど感情をむき出しにしていた。そして、お話はよくわかりました。私に任せてください。任せるって？ちょうど電車が来たからそれ以上聞けず、俺たちはそこで別れた。次の日、予想もしていなかったことが起きた。本社から呼び出しを受けたのだ。社長直々に俺の携帯に電話がかかってきた時は驚いた。また何か俺の知らないところで問題が起こっているのだろうかと不安になりながらも、俺は言われた通り社長室に向かった。社長室に入ると、いきなり社長が俺に頭を下げてきた。塚本くん、申し訳なかった。君が殴ってきたと訴えていた A 社の部長は解雇されたらしい。君さえ良ければ
また本社に戻ってこないか？どういうことですか？あまりの情報量に、俺はすっかり混乱してしまった。娘から聞いたんだ。君の左遷は不当なものだったと。娘？ああ、今は君がいる課の課長をさせている。まさか、田中咲さん？なんと、田中課長は社長の娘だった。確かに、社長の名字は田中であることは知っていたが、ありふれた名前だし、課長と同姓であることを気にしたこともなかった。咲には黙っといてくれって言われたんだ。社長令嬢なんて知られたら気を使われるだけだからってさ。よくよく聞くと、田中課長は、俺から話を聞いた後すぐ、父親である社長に連絡したらしい。無実の罪を着せられ、否定するも聞き入れられず、理不尽に子会社へ移動させられた社員がいると。社長は娘の話を聞き、すぐに調べ上げたという。取引先の社員に聞き取りをし、俺が重役を殴ったりなんかしていないという証言を得、嘘をつき、俺にあらぬ罪をかぶせた取引先の重役が、普段から自分の部下に対してひどいパワハラを行っていたこと。そしてその重役に忖度し、俺を言われるがまま左遷した会社の人間のことを明らかにした。結果、取引先の重役は解雇。詳細も聞かず、俺の左遷を決めた人事の人間についても、何らかの処分を下すつもりだという。たかが一社員の俺になぜそこまで。俺が疑問に思っていると社長は続けた。君は咲の恩人だ。私は何も知らなかった。咲が恋人である男から暴力を受けていたなんて。咲も私たち家族もひどく傷ついたが、あの時咲を男から守ってくれたのは間違いなく君だ。本当に感謝しているんだよ。こんなことで恩返しできるとは思わないが、君が希望するならすぐにでも元の部署への移動を許可するよ。それとも他に希望の部署はあるかい？そういうことだったのか。俺は少し考えて社長に答えた。希望を聞いていただけるんですか？じゃあ。次の日、俺が出社すると、田中課長が駆け寄ってきた。ちょっと来て。課長は俺を誰もいない休憩室に呼び、こう言った。どうして本社に戻らないの？元いた企画部で塚本くんの力を発揮するべきよ。課長、ありがとうございます。でも俺、ここで働きたいんです。課長のことが心配だから。そう、俺は本社に戻るかと言ってくれた社長の申し出を断り、このまま田中課長の下で働かせてほしいとお願いしたのだ。俺は取引先の重役を殴ったという汚名を返上できただけで十分だった。課長、いろいろと無理しがちですよね。心配なんですよ、俺。そんな課長が。塚本くん。田中課長は少し顔を赤くした。そして、ありがとう。これからもよろしくね。そう言って手を差し出した。俺と課長はしっかりと握手を交わし、笑い合った。そして俺は田中課長の下で今まで以上に仕事を頑張っている。憂鬱だった残業も彼女と二人きりなら楽しいものに変わった。俺と田中課長、いや、俺と咲は今幸せな時間を過ごしている。
これからもずっとこんな日々が続きますように。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。